皆さんこんにちは、ナオトです。今回は僕が2020年に読んだ漫画の中から特に面白いと思った漫画を5作品選んで紹介したいと思います。作品に順位をつけるのはちょっと申し訳ない気もするんですが、今回はあえて順位をつけて5位から紹介していきたいと思います。では2020年に僕が読んだ面白かった漫画トップ5を発表したいと思います。まず第5位は長嶋真司さんの漫画家残酷物語です。これは1961年から64年にかけて連載していた漫画で短編集です。このバージョンの漫画家残酷物語は全部で3巻あって、僕はまだ1巻を読めていないんですが、それでも十分面白かったので第5位に選ばさせていただきました。それぞれの話の中に漫画家が必ず出てきて、そのキャラクターの日常の一場面や人生そのものが描かれています。作者の長嶋さん自身の漫画に対する哲学をそのまま漫画にしたような作品で、漫画家とはどうあるべきかという問いや、稼ぐために漫画を描くことの是非などを、ある時は漫画の中の漫画家のセリフを使って、ある時はストーリー全体を通して描いています。そういう意味では以前紹介した手塚治虫さんのバルボラと共通している部分もあるなと思いました。芸術とは何か、そして人生とは何かというところまで深く潜り込んでいく作品なので、文学作品と言っても間違いではないと思います。この作品はいつかレビュー動画を作るかもしれないです。では次は第4位です。第4位は島田虎之介さんのラストワルツです。島田さんの他の作品東京命日と迷ったんですが、ラストワルツの方が読んだ時の衝撃が強かったので、こっちを選ばさせていただきました。前半はそれぞれの話がバラバラだったので短編集かと思って読んでいたんですが、後半で一気にキャラが集結して一つの大きな物語になるという展開だったので、めちゃめちゃ興奮しました。そして歴史的な事件や人物がたくさん出てきたので、もう一回ちゃんと歴史を勉強しようと思わせてくれた作品でもあります。努力や愛、死などを描くことによって作られる感動ではなく、人類や歴史を俯瞰することによって得られる悟りのような感動を味わえた作品でした。この漫画のレビュー動画が下のリンク先にありますので、気になった方は見てみてください。では次は第3位です。第3位は萩尾元さんのポーの一族です。萩尾さんは少女漫画の神様と言われている漫画家なんですが、描いている漫画は多くの人たちから文学的とも言われています。ポーの一族はいわゆるヴァンパイアものなんですが、複雑な人間関係や苦悩などが描かれ、大人でも楽しめる作品だと思います。核となる3つの長編エピソードの中に、サスペンス要素が多いギムナジウムもの、全寮制の男子校ものもあるんですが、ストーリーの完成度が素晴らしく、絵や小回りもとてもクリエイティブだったので、男の僕でも2つの意味でドキドキしながら楽しんで読めました。この漫画のレビュー動画も下のリンク先にあるので、気になった方はぜひ見てみてください。では次は第2位です。第2位は山田礼二さんのアガペーズです。今年 YouTube で山田礼二のヤングサンデーといういろいろなジャンルについて話すチャンネルを発見して、それと同時に山田さんの作品も集め始めたんですが、その中でもこのアガペーズの衝撃が一番強かったので選ばさせていただきました。アガペーズの主人公はゲイのミュージシャンなんですが、好きになった野球部員を甲子園に連れて行くために風水使いのピッチャーになるというとんでもない設定の話です。前半はギャグ漫画っぽいノリとシリアスな場面が混在していて、作品世界にうまく入り込めなかったんですが、
キャラクターの執念や情熱と僕の気持ちがシンクロしてからは一気に面白くなりました。東洋思想の考え方も作品の中に色濃く出ていて、生き方や価値観についていろいろと考えさせられました。後半から終盤にかけて物語がどんどんシリアスで暗い展開になっていくんですが、最終巻の9巻はまさに暗闇の中の光のような巻でした。終わらせ方と希望の描き方が最高にかっこよかったです。この作品もいつかレビュー動画を作るかもしれないです。では2020年に僕が読んだ面白かった漫画第1位を発表します。第1位は岡田文子さんのほんの少しの水です。実はこれも山田礼二のヤングサンデーがきっかけで知りました。これは短編集なんですが、ダークで不条理な話や神話をそのまま漫画にしたような話もあり、商業主義的な作品とは一線を画す、まさに芸術と言ってもいい作品だと思いました。文学と絵画が漫画という媒体の中で完全に混ざり合っていて、漫画の新しい可能性を教えてくれた作品です。この漫画のもっと詳しいレビュー動画も下のリンク先にありますので、気になった方はぜひ見てみてください。来年も皆さんにいろいろな面白い漫画を紹介していきたいと思います。この動画のスクリプトとその中の難しい単語の英訳も下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。